チャット GPT はスマホの中から出ようとしている。前章ではアメリカで始まった2つの AI 思想について考えました。クロードは人間の仕事や知的活動を支える方向へ進み、チャット GPT は私たちの日常生活へ広がろうとしているようにも見えます。では、チャット GPT が生活の中へ入ってくるとは、どのような未来なのでしょうか。いつでも話せて予定を整理し、困った時に助言してくれる AI を想像する人もいるでしょう。あるいは AI の友達や恋人を思い浮かべるかもしれません。しかし、今回考えたいのは感情を埋める AI ではありません。日々の情報や判断、行動を支える生活のパートナーとしての AI です。今回はオープン AI が発表したジョニー・アイブとの協業とアメリカの主要メディアが報じている新しい AI 端末の情報をもとに、現在分かっている事実とそこから見えてくる未来を分けて考えます。正体の見えないオープン AI の AI 端末。オープン AI はアップルで長年デザインを率いたジョニー・アイブと新しい AI 端末の開発を進めています。報じられている範囲では、その端末はポケットに入るほどの大きさで、画面を持たず利用者の文脈を理解するものだとされています。少なくともスマートフォンやスマートグラス、イヤホン型の端末とは違うと見られています。さらにサム・アルトマンはこの端末を MacBook Pro と iPhone に続く第3の主要デバイスに位置づけたと報じられました。ただし、具体的な形や操作方法、販売時期はまだ明らかになっていません。現時点で言えるのは、オープン AI とジョニー・アイブが既存のスマートフォンとは違う新しい AI との接点を探しているということです。スマホで十分なのになぜ新しい端末なのか。ここで疑問が生まれます。私たちはすでにスマートフォンを使って AI と音声で会話し、カメラで目の前のものを見せることができます。文章を書かせたり、情報を検索したり、画像を作ったりすることができます。つまり AI 端末に求められそうな多くの機能はすでにスマートフォンの中で実現しているのです。それでも新しい端末を作るのだとすれば、足りなかったのは機能ではありません。AI との距離です。スマホだけでは足りなかった AI との接点。今のチャット GPT は人間が使おうと決めてから呼び出すツールです。スマートフォンを取り出し、ロックを解除し、アプリを開いて質問する。そこでは人間の側から AI へ近づいていきます。しかし AI が本当に生活へ入るのなら、この手順は少し遠いのかもしれません。オープン AI が変えようとしているのは AI にたどり着くまでの距離です。これは神経系へ直接つなぐという話ではありません。スマートフォンを開き、アプリを探し、質問を入力するまでの手順を減らし、生活の流れの中から AI の処理能力へアクセスしやすくするということです。脳に近づく端末ではなく、生活に近づく端末。
オープン AI が探しているのはそんな新しい接点なのかもしれません。情報を増やす端末から情報を減らす端末へ。では画面のない端末はどのように人間を助けるのでしょうか。重要なのは新しい感覚を作ることではなく、人間が見たり聞いたりする情報を減らすことです。スマートフォンは世界中の情報へ簡単にアクセスできるようにした一方で、通知や広告、動画によって人間の注意を奪う端末にもなりました。次の AI 端末には情報を増やすのではなく、選び直す役割が求められます。例えば会議の内容をすべて聞き直すのではなく、今日決まったことは3つですと要点だけ伝える。大量のメールをすべて通知するのではなく、今すぐ返すべきメールは1件ありますと知らせる。多くの人が AI 端末に求めているのはこうした機能なのではないでしょうか。文脈を理解する画面のない端末という報道から考えられる使い方の一例です。もし新しい AI 端末がスマートフォンと違う価値を持つなら、それは情報を増やすことではなく、必要な情報だけを残すことにあるのかもしれません。必要な時だけ助け、必要のない時は黙る。AI が生活へ入るなら、重要なのは何でも話しかけることではありません。必要のない時には黙ることです。朝から晩まで AI が助言してきたら、それはパートナーではなく邪魔な存在になります。位置情報や会話、予定を常に分析し、次々と提案する端末は便利である一方、監視されている感覚も生みます。だから生活に溶け込む AI は何を伝えるのか、いつ伝えるのか、どこまで介入するのかという判断が必要です。さらに AI がどの情報を集め、どこまで記憶するのかを人間が理解して選ばなければいけません。生活を支える AI がいつの間にか生活を見張る AI へ変わってしまう可能性があるからです。必要な瞬間だけ短く助ける。それ以外の時間は黙っている。重要なのは話せる AI ではありません。黙ることを知っている AI です。ジョニー・アイブが設計する人間と AI の距離。ここにジョニー・アイブが参加する意味があります。ジョニー・アイブがアップルで設計してきたのは単に美しい製品ではありません。複雑な技術を人間が自然に使える体験へ変えることでした。人間がテクノロジーにどう触れ、どう感じ、どう生活の中で使うのか、その距離を設計してきた人物です。オープン AI が AI の知能を作るなら、ジョニー・アイブが設計するのは人間と AI の距離なのかもしれません。人間が今から AI を使うと意識しなくしても、必要な時に自然に触れられる AI を操作するためではなく、生活へ馴染ませるためのデザインです。クロードは仕事へ、チャット GPT は生活へ。ここで前章で考えたチャット GPT とクロードの違いにつながります。アンソロピックはクロードを
文章作成や情報分析、設計、ソフトウェア開発など、人間の仕事を支える存在へ進化させています。一方、チャット GPT は音声、画像、記憶や検索、相談など個人の日常に近い機能を広げています。クロードは仕事のパートナーへ向かい、チャット GPT は生活のパートナーへ向かっているように見えます。これは単なる性能差ではありません。AI が人間のどこへ入っていくのか、その重心の違いです。AI はツールから生活のパートナーへ。これまでの AI は質問した時に答え、頼んだ時に文章を書き、使い終わればアプリを閉じるツールでした。しかし、生活のパートナーとなる AI は日々の情報を整理し、見落としを知らせ、判断に必要な材料を必要なタイミングで必要な量だけ伝えます。ただし、ここで言うパートナーとは AI 恋人や AI 友達ではありません。人間の寂しさを埋める存在ではなく、日々の判断や行動を支える存在です。人間の代わりに生きるのではなく、人間が考え、選び、行動することをその隣で支える。便利さのために人間の判断を奪うのではなく、人間が自分で決めるための材料を渡す存在です。チャット GPT が生活へ入るとはどういうことか。まだ新しい AI 端末の正体は分かっていません。具体的な形や操作方法、スマートフォンとの連携方法も明らかになっていないため、必ずこうなると断言することはできません。しかし、オープン AI によるジョニー・アイブとの協業、アメリカで報じられている端末の特徴、そしてチャット GPT が音声や画像、検索や記憶へ機能を広げてきた流れをつなぐと、一つの方向性が見えてきます。オープン AI が目指しているのはスマートフォンの代わりではありません。 AI との新しい接点です。 AI は命令するツールから生活を支えるパートナーへ変わろうとしています。しかし、人間の代わりに生きる存在ではありません。人間が考え、人間が選び、人間が生きる。AI はその隣で静かに支える。チャット GPT が生活へ入ることは、AI が生活の主役になることではありません。人間の生活を邪魔せず、必要な時だけ力を貸すことです。もしこの未来が実現すれば、私たちは画面を見る時間を減らしながら、今より自然に AI の力を借りることになるかもしれません。そしてその時、AI は単なる便利な道具ではなく、人間の生活を静かに支える新しい存在になっていくはずです。スマートフォンの次に生まれる大きな変化は、新しい端末そのものではなく、人間と AI の距離が変わっていくことなのかもしれません。